物を減らすことは自由になることなのか。今でもわかんないんですよね。それについて考えてみようかなと思います。生まれながらにして、ゼロで生まれてきた男、時丸田中です。時丸っていうさ、丸があるでしょ、丸が。その丸っていうのは、普通に丸って書くんですけど、ゼロっていう意味でもあるんですよね。で、これちょっと話長くなるんで、私の名前の由来についてはまだここでは語らないようにしようと思うんですけど、とにかくいろんな意味があって、インドの哲学から来てるところもあるんですけど、ダブルミーニングとかトリプルミーニング的なところでね、つまりそのゼロであるってこと。何も持たないっていうこと。フラットであるっていうこと。本当に何もないとこにいつでも戻ってこれるっていうことなんですよ。だから僕は丸っていう名前が付けられてて。でもこれ後から気づいたんですよね。ミニマリストになってから随分経ってからです。その名前の由来を考えて、で、父からね、いろんな話を聞いてから、だからそもそも生まれながらにして、だからそのミニマリストの、あれがあったんだなっていうか、フラグが。ゼロなんですよ。お前はゼロな男だって。だからもうバンバン捨ててきました、本当に。いろんなものを。で、もう今はもう何も捨てるものがなくなってしまってね。もう65個になって、で、一応もう、キャンプ用品とかが結構あるんで、キャンプとかをやらなくなったら、それがなくなって、本当にバックパック一つの、アンドリュー・ハイドスタイルというか、そういう感じになるのかもしれないですけど、やっぱり、アウトドアと、結構その防災とか、アウトドアとミニマリズムとか、そういうところはものすごく親和性がいいんで、今のところだからキャンプ用品とかをね、ほとんど家で使ってたりとかするんですけど、で、キャンプに行くときも旅に行くときも今、家の中にあるものをすべて詰め込んで、そのまま出ていけばいいっていう風な感じになってるんですけどね。そういう意味では、ものすごく自由度はあるなとは思います。自由になったなっていうのは。だから引っ越しとかに関してもものすごく楽だし、もう、段ボールを使わないんですよね。使わなかったんですよね。ここに来るときもね。段ボールもいらないし、バックパックに詰めていけば、もう全部それで完了すると。で、引っ越しの不動産屋さんにびっくりされて、バックパック一つで、契約に来て、引っ越しに来たやつはお前が初めてだって。初めてですって。もしかしてミニマリストですかって言われたもんで。で、その時はちょっと、濁しといたけど、はい、ちょっと物が少ないんで、っていう話にしといたけど、もう明らかにミニマリストだよね。それは。バックパック一つでね。そういう身軽さはあるんですけど、果たしてそれが自由と繋がっているかっていうことを考えると、必ずしもそうじゃないところもあって、やっぱりその物を減らす、あるいは少ないもので暮らすっていうことは、必ず不便なことが出てくる。で、出てくるし、で、それが、心地よくない方向に行く可能性もあると。心地よくない方向にね。もっとね、ふかふかのソファーとか、ふかふかのベッドとかがあったら心地いいんだろうなとか。そういうことも考えたりもするし。で、車に関してもさ、結構サスペンションの機器とかによって、やっぱりそのいい車っていうのはものすごく乗り心地が良かったりとかするじゃないですか。多分車持ってる人はわかると思うんですけど。だからそういうもので、ちょっとしたそのパーツとか、スペックによって、その自分の心地よさみたいなものが向上するっていうのは、これはもう何にでも言えることで、カメラとかもそうですけど、カメラとか靴とか車とか、あと家とかもそれの極限みたいなもんですよね。やっぱりいろんな家がある中で、やっぱりその防寒性能がしっかりしているとか、防音であるとか、あとは光の入り方とか、そういうものによってその自分の心地よさが決まると。だからその外的要因にものすごく自分の幸福とか自由さみたいなものが左右されているように思うんだけども、でもそれは、自分の心の持ちようっていうのかな、気持ちの持ちようで、いかにでも変化、あるいは可変が可能だっていうことなんですよ。
で、少なくすればするほど、それにやっぱ気づく場面が多くなりますね。はい。で、例えば、今ちょっとバスルームで撮影してるんですけど、これシャワーカーテン、僕もうずっと使ってないんですよ。シャワーカーテン。このね、なんかこの、シャワーカーテンをつけるこのなんかレールみたいな、なんかこの輪っかみたいなやつはあるんだけど、ここにたまに洗濯物をこう、部屋干しっていうか、こう干したりもするときはあるんですけど、でもシャワーカーテンを使ってないんですよね、ずっとね。で、それはこれがこう、ちっちゃな狭いジャパニーズスタイルのユニットバスだから可能になっているところはもちろんあるんですけど、それもさっきの快適さとコンフォートのバランスがあると思っていて、例えばシャワーカーテンをここにすることによって、確かに水跳ねがこっちになくなるので、トイレが濡れないっていうのはあるんですよね。トイレが濡れなくなる。だから、この中だけでね、シャワーができるって。で、床が濡れないとね。そういうコンフォートさがある。一方で、そのシャワーカーテンがここにあると、今度は、そのシャワーカーテンの水垢とか、シャワーカーテンのカビとか、シャワーカーテンの匂いとか汚れとか、そういうものをメンテナンスする必要が出てくるし、で、それがもしかしたら人によっては、ちょっと不快に思う人もいるかもしれないし、で、あとコストもかかりますよね。年に一回もしかしたら変えるとか、なんかこう掃除をするとか、時間もかかる感じになりますよね。だからそれを僕はなくすことによって、もちろんこっちに水は飛ぶんですけど、それは毎回出るときにシャワーを浴びた後にささっと床面を拭けば、それで終了することなんで、そっちを選んでるっていうことなんですよ。だから結構ね、トレードオフ的なところはあって、でもそっちを選ぶっていうことはやっぱりその自分の身体的な、なんかこう、負荷がやっぱかかるはかかるんですよね。で、こう毎回拭かなきゃいけないっていうのもあるし、で、じゃあ今度その拭いたタオルっていうのを洗濯しなきゃいけない。結局、洗濯とか、そういうメンテナンスみたいなものが絶対発生してくるんですよ。あとその自分のやっぱ体を使うってね、しゃがんでね。で、そういうやっぱり、そこに行くには結構自分のマインドセット的なところも必要で、やっぱりシャワーカーテンがなければならないっていうふうにみんな思いますよね。バスマットもそうですけど、それは、この、もう部屋の構造っていうか、日本のマンションとかアパートに入っているユニットバスの構造側からこっちに働きかけている部分もあって、それはまさにこれですよね。このカーテンレールっていうものがあるってこと。これはもうだからこのユニットバスが僕に対して、もうカーテンつけろよって。カーテンちゃんとつけなさいよってもうものすごく言ってきてるんですよ。この時点で。このね、レールがね。で、なんかものすごくさ、このジャラジャラもで、これ多分ついてるわけですよね。このね、ジャラジャラが。で、このジャラジャラも、これ多分ね、昔のずっと住んでた人が、なんか新しくつけたものがあったりとか、なんか形が違ったりするんですよ、色とかが。で、もう住む人によってその自分のね、カスタマイズで、いろんなものをつけたりとか取ったりとかしながらずっと使われてきたものなんでしょうね。だから、やっぱりどうしても、構造っていうか、環境の方から自分自身に対してやってくる圧力みたいなものがある。だから、それに習った方が楽は楽なんですよね、生きるのっていうのは。だから物を減らすってことは、自分の方から生きることを困難にしていくっていうことでもあるかもしれない。それはその自分のやっぱり不快さとか自分がその動くこととか自分でやることとかを許容していくっていうことだし、そこをやらないと物がない状態で快適な状態を作り出すっていうことができないから。だからやっぱりその自分の手足を使うってことでもあるし、で、その工夫するっていうこと、この物がないことによってじゃあ、このバスルームをいかにどのように快適に保つかみたいなことに関しては、やっぱり考えなければならないし、で、それを今度考えた後に自分で実行に移さなければなりませんよね。実際に実行に移してみて、じゃあこの方法いいなと思って、でもそれが習慣づくりには結構時間がかかるから、新しいことを始めて何かがこうスムースに回っていくっ
ためには結構時間がやっぱ必要なんですよ。だからいきなりシャワーカーテンをなくして、なんかシャワーカーテンあった方が良かったなって2、3日ぐらいで思って、で、もう一回シャワーカーテンを買い直すみたいなね、ことを多分やる人もいるでしょう。でもそれはある程度、慣れっていうものが必要だし、時間が必要だってことです。そして必ず人っていうのは、その環境に慣れる動物でもあるっていうことです。なので絶対自分無理だなって。カーテンなしとか、バスマットなしとか、絶対無理だなっていう思ってる人であっても、やっぱり、その環境に慣れるっていうことは、絶対できるんですよね。で、それができた後に、それがなくなる生活がやってくると。だから最初はものすごく不自由になるでしょうね。物を減らすと。物を減らす過程では、誰もが。不自由になるんだけど、そこから今度自分の身体性とか習慣とか、そういうものを積み重ねていくことによって、不自由から、その不自由が自由に転換するタイミングが来るっていうこと。そういうことを今回は考えました。そう。だから、一言でね、やっぱり物を減らすことは自由になることなのか。で、確かに物がない方が自由ですよね。いろいろ、なんか家とか物が壊れても新しい場所に移り変わったりとか、新しいものを買ったりして、で、フレキシブルに、物がなければ動くことができますよねって思うんですけど、やっぱそれにはものすごく、これまで自分が生まれ育ってきた環境とか培ってきたような習慣みたいなものが邪魔をして、で、なんか自分って不自由だなって思うっていうことです。で、そこで多分みんなやめちゃうんですよね。やっぱきついことなんで、物がないっていうことは。頭おかしいでしょう。ね、私のいつも何もないホワイトボックスをね、いつもご覧になってる皆さんは多分思ってると思うんですけど、頭おかしいってこいつは。なんか自分も、なんかこういうバスルームでね、なんかこういうふうなことを話してるのもそうだし、なんかやっぱり自分がものすごく不自由になるなっていうタイミングがある中で、その後の自由っていうものは、やっぱりその最初の困難を乗り越えた、困難はもちろんあるんですけど、そのなんかデメリットみたいなものを上回るものが、その後に来るなっていうことを信じながらやってるっていうところは結構あります。それでもちろん失敗したりとかすることはたくさんあるんですよ。多分皆さんもあるでしょう。捨てなければよかったなとかさ、あれ絶対捨てなければもっと幸せだったなとか。で、それでもう一回その同じものを買い戻したりとかね。なんかそんな感じです。なので、でもそれをやっぱり一旦超えると、いい感じになってくることもあるっていうことです。皆さんはどうですか？物を減らすことによって自由になってますか？自分の経験とか何かぜひシェアしてください。教えてください。今日もたわいもない話にお付き合いいただきありがとうございます。お腹が空いたので今日はカレーを食べに行きたいと思ってます。また次回の放送で。チャオチャオ。